まりさんも声をかけてくださって、そうなんです。もう今日は避難した方がいいですよということでしたね。もう朝日強烈に綺麗でしたね。鷹山、また戻ってきましたね。とうとうトリトンに着きました。マイナス 10.4 度。やばいぐらい寒いです。交通機関もなんかダメになったみたいですね。このホテル自体にもお客さんがかなり避難をしてきてるみたいで。それこそこれはつけられないのかな。これは全く見えない。今私たちは摩周湖展望中第1駐車場ですね、そこにいます。で、ただいまの時刻は8時17分ですね。で今のね外気温はねマイナス 11.2 度ですね。思ってたよりは寒くないというか、もう寒いんでよくわからないんですけど、正直なところは。でももうちょっと下がってるのかなと思ったら、そんなに下がってないですね。で、この気温計新しいんですけど、いつも使ってる気温計はマイナス20度までは測れるんですけど、それ以上測れないんですね。でこの気温計はマイナス40度まで測れるんで、今夜はもしかしたらマイナス20度を超えるかなと思ったんで、この新しい方の気温計に変えました。どうしたの、にゃんちゃん。にゃんかちょうだい、にゃんかちょうだいなってるね。でこれはね、スーパー福原さんで買った私たちのお気に入りの摩周湖のスーパーなんですけど、三元豚のお肉ですね、はい、これで今日はお鍋します。じゃあ食べましょう。温まりましょう。はい、温まりましょう。寒いですね。綺麗なね摩周湖の星空を撮れたんですけど、ちょっとね寒さが尋常じゃない。風そんななかったか。そこまで風はない。そうか、やっぱりあそこにじっとしてるっていうのがやっぱ辛いねんな。なんか風があったような気になるな。足倉まんじゅうでもすらよかったね。もうそんな元気なかったわ、ほんまに。もうほんま元気な出えへんねんなと思った。いやなんか、ね、寒すぎてかなり右に下がってますね。そうですね。で、今夜はねハンドブレーキを引かずに、今日はねやっぱりちょっと落としといた方がいいかなと思って落としてあるんですけど、で傾斜もちょっとだけ右に、これぐらい下がってるんで、下がってる方に輪止め2箇所ずつかけてきました。でこれで多分大丈夫だと思います。はい、じゃあいただきます。鍋、もうこの寒い中で鍋がもう最高です。美味しい。今夜のコーヒーは RV パークでご一緒になった私たちの動画を見てくださってるって言われてた北見の方からいただいたコーヒーをいただきたいと思います。一つを2人でいただくことにします。また後で2杯目を飲むときにこちらをいただきたいと思います。ありがとうございます。この辺りはがっつり凍っちゃってますね。あこかな。開けますね。この辺凍ってますけどね。外マイナス11度。寒いなぁ。これね。こんな音ね、油をさして直してきたんですけどね。はい、まだなんかすぐやっぱ寒くなったりしたらなりますね。
しょう。もうちょっと冷えてるんで閉めておきます。母ちゃん、コーヒー入りました。母ちゃん、はい。どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。おー、やっぱり寒いですね、ここは。そうですね。ただいまの時刻は9時53分ですね。で、外気温はマイナス 10.8 度。さっきマイナス11点いくつかだったので、まだそうですね、12時ぐらいとかには結構下がるかもしれないですね。これはちょっとわからない感じです。で、このコーヒーはね、今朝 RV パークでご一緒だった北見の視聴者さんですねにいただきました。ありがとうございました。で、このおかきこれは、隣の方ですね。隣の RV パークの、室蘭ナンバーだったかな、室蘭の方にいただきました。はい、ありがとうございました。もうもらってばかり。もらってばかりお二組ともにね、写真を一緒に撮らせていただいて、はい、ありがとうございます。もう本当にお話をいろいろさせていただいて、楽しい時間を過ごさせていただきました。北海道の方とお話しする機会はなかなかないですもんね。そうね。コメントとかでよく北海道ですって言っていただくんですけど、やっぱり普段私たちは神戸なんでかなり遠くて、なかなかねお会いするっていうのは難しいなと思ってたんですけど、こうやってね旅をしてみると北海道の方とというか、今のところなんですけど、私たちがこの北海道の車中泊旅を始めてから北海道以外のキャンピングカーのナンバーを見たことがないんですね。まだもちろんね回られてる方多いと思うんですけど、私たちが出会うのが今のところはなくって、全部北海道ナンバーというか北海道の中の道内のナンバーばっかりなんですよね。なかなかね本州の方からこの冬場に来られてる方はもしかしたら少ないのかなとかっていう話を、特に平日もお正月とかだったら回られてる方も多かったと思うんですけど、私たちはお正月の間は東北にいて、でこっちはお正月休みが終わってから北海道に移動してきたので、それでっていうことも多分あると思うんですけど、なかなかね見かけることがなくって、神戸ナンバーっていうとちょっとね珍しがられるんではい、今のところ滑るから気をつけなってよく言われるね。滑るから気をつけなって言われますね。こんな関西弁じゃないなはい、じゃあ母ちゃん、コーヒー飲んで今夜もちょっと寒いですけどね、寝ましょうね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。
はようございます。めちゃめちゃ綺麗な朝日でしたよ、摩周湖にね。本当にこんなことあるんかなと思うね。ねえちゃん、摩周湖のとこ行って。そこそこ。はい、ちゃん。はい、お座りして。はい、上手。上手。めちゃめちゃ。おはようございます。めちゃめちゃ摩周湖が綺麗でした。本当に朝日、昨日の星空もね、めちゃ綺麗だったんですけど、もう朝日強烈に綺麗でしたね。もうちょっと本当にほろってなりそうになりました。すごかったです。景色ですね。もうこんなに綺麗に見えることあるんかなと思うぐらい綺麗ですね。ただやっぱりね、ものすごい寒いです。本当に寒いですね。気温はでも思ったよりは下がらなかったかな。マイナス12度ぐらいですかね、一番下がってね。今11度ぐらいだと思うんですけど、こんなね格好してるんで、撮影も頑張って粘れました。はい、皆さんに綺麗な映像がお届けできたんじゃないかなと思っています。今の気温は見えますかね、マイナス 10.4 度です。見えるかな。でシャボン玉やろうと思って出したんですけど、シャボン玉の出す前にシャボン玉の液自体が凍ってしまって今出ないんですよね、それ。なのでシャボン玉の液が凍る前に出さないといけないということが分かりました。はい、もう出ない。出ないですね。はい、はい、結果はこういうことになりました。何今の。お座りしてるよ。だいね。父ちゃん見て。よし。こっち来てせえへんのに。あっちが気になるさ、鹿が足跡。昨日そこまで鹿来とってんな。ガタガタガタっていけないな。ナギが急になんか言ってたな。ちょっとどうかな。いけると思うけども。いけるやろ。入れます。日差しはめっちゃ暖かいんやけどな。レストランでこんな景色のとこで食べたらめっちゃ高そうやな。この鍋うどん。母ちゃん、はい、今日の予定なんですけど、いろいろ迷いましたけど、母ちゃんの大好きなまずトリトンに行きます。ちょっと待って、朝の組んだった。マジか。じゃあ違う日に行きますか。いや、行きましょう。じゃあトリトンへ向かいましょう。はい、いろいろね、予定の変更、天候ですね。要は天候で、予定の変更になるんですけども、今日は移動日にしたいと思います。はい、でどこまで移動できるかわかんないんですけど、今道東にいるんですけど、一気に反対側に行こうかなと。西の方に。そうですね、日本海側の方にも一気に出てしまおうかなと思います。この道東の方にそのまま行けばいいんですけど、野付半島に行ってから本当は日本海側に出るつもりだったんですけど、ちょっとね、野付半島の天候というか風がね、強烈に強いみたいで、行ったことはないんですけど、かなり開けた場所で風がね13メートルとかで吹いてるみたいなんですね。でね、ちょっと無理かな。前の釧路のことがあるんで、
あの時で10メーターぐらいだったんで、それより強いみたいなんで、もう天気はいいんですけどね、残念ですけど、また後半に行ける日を探していこうかなと思います。なので、こっから一気に日本海側の方に行って、でそこから稚内の方を目指していくっていうルートにしようかなと思ってます。あとはね、私のね、肌の調子がちょっと悪くなってきたんで、まあ、豊臣温泉に早めに行きたいっていう感じなんですね、実はね。はい。じゃあまあ、とりあえず、もうまたなんか大移動になりますけど、今日は移動日として撮りたいと思います。はい、じゃあ出発しましょう。出発しましょう。今日もみんなで一日えいえいあーかわいいえいえいあーかわいい。窓もね、今日はがっつり凍ってますね。これ見えるかな。この辺は霜みたいになってるんですけど、この辺はね、もう凍ってるんですね。これね。母ちゃん、硫黄山、また戻ってきましたね。冬の硫黄山、すごいですね。景色がものすごいです。前にも増して煙ですね。やっぱ寒いからちゃう。母ちゃんまたあそこ行ってなんか踊ってくるんじゃないですか。しないめっちゃ鼻水垂らして踊ってたじゃないですか前。あんま吸ったらあかんで、気ぃつけもういいからもう帰ってきて怖いから母ちゃん、川湯温泉行きましょう。行きましょう。川湯温泉忘れてました。忘れてないんですけど、匂いにつられて、そう、この匂い匂ったらね揺らねば、はい、川湯温泉思い出しました。川湯温泉のね、公衆浴場はやっているようなんですね。でもホテルの行きたいなと思ってたところは1時からかな。でちょっと時間が合わないんで、公衆浴場の方に行かせていただきたいと思います。じゃあ行ってきます。川湯温泉の公衆浴場のゆきちさんかな、はい、に着きました。じゃあお風呂行ってきます。これ昨日買ってもらったカバン気に入ってます。クマさんが気に入ってます。ほらあそこにあるやん。ほらクマさんがくわえてる鮭、すごいいっぱいある。でここ足湯がすごいな。ほんまやな、展望台登ってきて。ここでほらご飯食べれる。ほんまやな、後ろかわいいな。これマシューコ。それマシューコだ。ほなこれがクッシャロコかな。真ん中になんか島があって、違うんかな。これがなんとか川。だから吉地川、吉地の川って書いてあるね。ほんならお風呂行きましょう。駐車場はねこんな感じですね。なんだやろ、12345台、78台、こっちもかな、9台ぐらいですかね。ちょっとこのね高さはね、この電線の高さがね気になるんで、私はできるだけ向こうに止めましたけど、多分まあ全然大丈夫だと思いますけどね。なんか気分的に怖いなと思ったんで。
はい、じゃあお邪魔します。すごいですね。はい。すごい本当に昭和な雰囲気がすごいですね。はい、じゃあ行ってらっしゃい。あ、本当や。本当やね。綺麗な人。母ちゃん、はい、川湯温泉のゆきちさんですよね。はい、今ね、受付の方とお話ししてたんですけども、やっぱりこの川湯温泉っていうところもね、少し人が来ることが少なくなっているようですね。で、夏場は結構来られるみたいなんですけども、やっぱり冬場とかですね、もうやっぱり閑散としてしまうようなので、もし川湯温泉お風呂の中もご紹介できたと思いますので、動画内で来てみてください。いいお湯ですからね。お湯もうキリッとして、はい、傷が治りました。傷治ります。私もねやっぱり肌が良くないので、ここへ来るとこう体がね、初めねちょっと痛いんですけど、それがねまたいい刺激になって治っていくんじゃないかなと思ってるんですね。で、前回北海道に来た時も豊富温泉とこの川湯温泉がやっぱ肌に効いたなと思ってるんで、ぜひ来てみてください。今右に見えてるのは屈斜路湖ですね。めちゃめちゃ綺麗、めちゃめちゃ綺麗。前ね屈斜路湖来た時、ほとんど見えなかったね。まったりとは言えないけど、めっちゃ綺麗やな。上がったり下がったりしてね。すごーい。綺麗。母ちゃん、ここは道の駅ぐるっとパノラマビホール峠、ちょっと寒くて言えないはい、ぐるっとパノラマビホール峠ですね。もうかなり寒いです、ここはね。ここはね、前回来た時も車中泊させていただいたところですね。その時は屈斜路湖が全く見えなかったんですけど、今回は屈斜路湖めっちゃ綺麗に見えてます。はい、期待できますということは今から登っていくということですねこの寒い中行ってきます。じゃあ行ってきます。めちゃめちゃ寒いですよ。なんかもう本当にさっき温泉入ったばっかりやのにと思って、ああ寒い寒い。こんなか母ちゃん寒すぎますね。めちゃめちゃやばい。顔痛い。これやな。これや。ここやな、前来たの。ここだね。同じとこやね。これだね。
します。ここまでの所要時間は2時間59分です。運転お疲れ様でした。はーい。よいしょ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 。滑ってる滑ってる滑ってる。やばい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 。いやマジマジでやばいかも。あ、後ろタイヤ滑ってる。母ちゃん、はい。とうとうトリトンにトリトン嬉しい。着きました。めっちゃ楽しみにしてました。はい。入るところでね、はい。結構急で凍ってて滑っちゃったんですよびっくりね。しました。まあ他の車もやっぱり滑って戻ってたりしてたんで、本当は戻ってねすればよかったんですけど、ちょっと後ろ見えにくかったんで、カメラがね見えてなかったんで、戻りに戻られへんしなと思って、まあなんとか頑張って上がってくれました。はい。これからねトリトンもうめっちゃ楽しみにしてましたから食べていきたいと思います。明日の分まで食べます。夜食もここで買っていくっていう話でした。はい、わかりませんけどじゃあトリトン食べてきます。じゃあホタテですか、まず。はい、日清。日清ね。日清光り物なのかな。すごいね。サンマ、道東産サンマやって。これがまず母ちゃんが食べたかった日清ですね。でこれが道東のサンマ。美味しそう。美味しそうです。じゃあ、いただきましょう。いただきます。いただきます。どうですか。めっちゃうまい。めっちゃうまいです。生日清。いただきます。好きな味。好きな味。サンマもね、プリッとしていました。こんなプリッとしてるサンマって食べたことねえなと思って。美味しいですね。美味しい。母ちゃん、はい。トリトン、はい。美味しかったですね。美味しかった。期待通りに美味しかったですね。美味しかった。美味しかったな。また来たい。はい、また来ると思います。で、雪はね、かなりひどく降ってます。はい、じゃあ行きましょう。はい、気をつけて。はい。あっという間に積もってるね。いつの間にか。トリトン美味しかったな。なりちゃん、食べてきたよ。これからですね、日本海側の方に向かって、日本海側というか標別の方ですかね、向かって走っていこうと思います。で、今の時刻が5時半ですね。真っ暗で、真っ暗ですけどね。でも雪がね降ってるのと、あとはあんまり遅い時間に運転しない方がいいっていうのはもう分かっているので、行けるところで途中で道の駅なんかがあったら、その辺りで休もうかなと思ってます。とりあえず方向的には方向的にはオロロンラインの方に向かっていくような形になると思います。はい、じゃあ出発します。今旭川の方に向かって走ってますけども、やっぱりね北海道って大きいなと思うのは気候がね、今日いたところとかだったら雪がねたまたま降ってなかったんだと思うんですけど、いた摩周湖あたりとかは春みたいな感じだったんですよね。でも今ね走ってる北見市ですね。北見市大きいな。北見市広いです。北見市なんですけど、北見市はもうこんな感じでね、すごい雪ですね。雪の積み方もやっぱりちょっと違うよな。高いよね。でこう横からね車が結構ね道ドンと出てくるんですよね。脇道から車がねドンと出てくるんですね。何台も出てくるんですよ、行く先々で。なんでこんな出てくるのかなと思ってたんですけど、それは自分も脇道から出ようとした時に雪の壁が高くって見えなかったんですね。なので前へこう出てくるんですね。あれは多分要してあれぐらい出してくるんだなと思って、
それが分かればね、なんかもうその辺に車がちらっと見えたら出てくるなっていうね、初め慌ててブレーキ踏んでたんですけど、そういうことではないようですね。はい、みんないろいろ走り方があるんだなと。雪国の走り方、はい、そうですね。マジですか、大型トラックに。でも紳士的か、だいぶ遠くで主席も出してくれたし、でも見えない。前が見えないこれぐらいはね大丈夫ですけどね。旭川まで95キロのところを走ってるんですけど、この辺りはね雪が深いですね。で手前までね除雪が入ってて快適に走ってたんですけど、急にこの辺りから除雪がなくなって、何か峠かなこれはね、雪が深いんで、まあハンドルをねしっかり握ってれば大丈夫かなと思うんですけど、石北峠っていうんですかね、ここは。これはだいぶ見えないね。そっちで見えるわ、これ見えない。じゃあこれは完全に怖いな。すごいですね。スピード出さない。後ろから前から少しずつ右に曲がりつつあるけど、これは全く見えへんぞ。俺ほんまに見えへん。赤いやつやな。風が強すぎるな。ここなんか展望東京や。ここや。今日がここ行ったとこやな。ほんならどこか行ったんだ。人がいるとこな。人じゃない。人歩いてるよね。怖っ。これ危ないでしょ。ホテルがさ、左この辺うちら泊まったとこちゃう？見えないから左ここホテルだな。この左奥にもホテルがある。横に開けてみる。でから考える。ここ泊まったとこやろ。で、あそこまで歩いてったもんな。綺麗なホテルだここで言って泊まらせてもらおうか。母ちゃん、ここは層雲峡の朝日ホテルですね。はい、前にもね一度ジムニーで来た時に泊めていただいたことがあるんですけども、もう進むことができなくって、前がやっぱホワイトアウトっていうかもう強風で全く前が見えないのと、車がもう進めないぐらい振られちゃったんで、もう今日はね、ここのホテルさんに駐車場をお借りできないかっていうふうにお話ししたんですね。もうちょっと進むのが難しいんでって言ったら、もう全然快く受け入れてくれる、もう全然使ってもらっていいですよって言って、ロビーでそれでもいいですしって言って、ただ温泉の方はもう日帰りが終わってるんでっていうことだったんですけども、今日はねもうお言葉に甘えてこのホテルの駐車場に、避難させていただくような形になっちゃったんですけども、ちょっとこの峠がやっぱりきつかったですね。きつかったです。きつかったですね。初めての経験です。そうですね。もう時刻は7時ぐらいかな、7時台ぐらいだったと思うんですけども、雪がね8時もうちょっとこの峠に入ってから急にペースが落ちちゃったんで、この峠前は全然大丈夫だったんで全然いけるかなと思ったんですけど、やっぱり甘かったですね。はい、なので今日はねもうこのホテルの駐車場で車中泊させていただくことになりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、助かります。はい、もう本当にねこれをやっててもうその辺が見えない感じなんで、はい、もうキャンピングカーの中に入って休みたいと思います。隣にはねこうして警察車両も止まっています。はい、なのでちょっとすごいことになってますね。本当に交通機関もなんかダメになったみたいですね。いろいろ、
だからこのホテル自体にもお客さんがかなり避難をしてきてるみたいで、混雑してます。バスもね動けなくなってるみたいなんですね。本当はこんなに混んでないっていう話をさっきホテルの方ではお聞きしたんですけども、今日はもうロビーも結構いっぱいで人が、皆さん避難されてるっていう形になっているようです。はい、ちょうどホテルがあってよかったよね。これ危なかったね。なんかあのまま進むこともできないしっていう感じだったんで、で道路に人も歩いたりしてて、もうちょっととてつもない感じでしたね。はい、危険を感じました。はい、本当にね、こんだけの吹雪はやっぱ経験したことがないですね。初めてですね。はい、本当にないですね。はい